皆さん、ウィークアクアというメーカーの LED ライトはご存知でしょうか？僕は現在、このウィークアクアのライトを日本向けにカスタマイズして販売保守を行っております。このライトの特徴は何といってもチヒロスのような RGB ライトに UVA というブラックライトをプラスしたライトであるということです。ブラックライトは蛍光灯の時代から愛されています。それは魚の色上げやネオン感、水草のラメ感、輝きを増してくれる視覚的効果の高いものです。ブラックライトは今でも T5、T8 チューブなどと言われる蛍光灯照明の構成のうちの一本として使い続けられています。ですが、蛍光灯には水銀が使われているため、世界的に排除する方向になってきています。そんな流れを組んだ LED ライトがこのウィークアクアのアクアフレア UVA です。このライトは次の世代まで生き残るライトだと僕は確信しています。現在アクアリウム用の照明は RGB ライトの時代を通り過ぎ、次の世代に移ろうとしています。世界的に現在の LED トレンドが変わってきています。それは RGB ライトに何かを足して特色を出すライトになってきています。例えば白を足して RGBW、4in1 チップといったように炎色性を高めたりしています。このライトは UVA というブラックライト LED を追加し、視覚的効果や水草の色上げに、それは実質的に干渉、育成といったことに影響を与え、大いに貢献してくれます。ちなみに UVA といっても殺菌効果や苔抑制効果があるほど強くはありません。微弱ですので目で見てもダメージはありません。アクアリウムをやる上で微弱な紫外線は水槽にいい影響を与えてくれます。前置きが長くなりましたが、今日はこちらの製品、ウィークアクアより販売されている日本向けカスタマイズ製品のアクアフレア UVA シリーズのアプリ、調光、タイマー機能について解説させていただきます。これらのライトはスマホアプリでライトの制御ができるタイプになっています。これらの調光、タイマー機能について実機を使いながら徹底解説していきます。この動画を見ることでウィークアクアの LED シリーズの調光機能やタイマー機能を使いこなすことができます。動画の前半ではアプリの操作や簡単な使い方など基本操作や基本のプログラムの作り方を解説します。動画の後半ではプログラムの応用や朝焼け、夕焼け、最初の点灯を可能な限り暗く点灯させて魚を驚かさないようにするプログラム方法など玄人向きな動画になっています。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録、友達登録お願いします。でははじめにウィークアクアの会社概要です。ウィークアクアは中国の南側の産業地帯、香港、マカオ付近の広東省にあるアクアリウム LED 専門メーカーです。10年以上の開発研究によりアクアリウム業界の多くのブランドに OEM と ODM を提供しているメーカーです。主な市場は北ヨーロッパ、西ヨーロッパ、南アメリカ、北アメリカ、オセアニア、東南アジア、中国国内です。また各国の安全機構を認証を受けた世界で愛される LED メーカーです。世界水草レイアウトコンテスト IAPLC 出場者の中にもたくさんの愛用者がいます。販売している製品は LED ダウンライトやスポットライト、ライトスクリーン、パルダリウムライト、アロワナ用ライト、蛍光灯 T チューブライト、海水ライト、メッキンライトやステンレスのスタンドやライトスタンド、ハサミ、ピンセットなど自社製造しています。特に静音性の高い冷却ファンにも力を入れています。それは LED 照明で効率的な熱拡散を備えています。また特許の開発および実用新案特許も行っております。今後も製品紹介していくので気になる方はチャンネル登録お願いいたします。はい。ではウィークアクアの会社について少し説明させていただいたところで本題です。アクアフレア UVA シリーズはウィークアクアのライトをベースに日本人向けにカスタマイズした製品になっています。アクアフレア UVA のライトは
スマホのアプリを通してタイマー、光の強さを調整できる機能がついています。アプリケーション自体は WeekAqua のアプリケーションを利用しますので、以降は WeekAqua 通信アプリの使い方について解説させていただきます。まず最初に基本の使い方を説明させていただきます。はじめにライトに電源を投入します。電源の投入方法は電源アダプターにコンセントを挿します。そうすると電源アダプターに緑色のランプが点灯します。ちなみにスマートコンセントは電源が安定しないため使用しないでください。チヒロスのライトで不具合報告があります。次にコンセントの矢印同士を合わせて接続するとライトが点灯します。この状態でスマートフォンの設定を行います。Bluetooth のオン、GPS 位置情報のオンを行います。やり方は Android は設定、無線とネットワーク、Bluetooth、または画面を上から下にスワイプして Bluetooth をオンにします。同じように設定、位置情報サービスを許可します。iPhone では設定、Bluetooth、これをオンにします。また、設定のプライバシーを選び、位置情報サービスがオンになっていることを確認します。次にアプリのダウンロードです。アプリ WeekAqua は Android、Play Store、iPhone、Apple Store でダウンロードすることができます。WeekAqua と検索してください。ユーザー登録は不要です。スマートフォン内に設定が保存されます。注意点として使えるスマホは1台までです。2台目に登録しようとすると通信障害が発生します。スマホを複数台持っている方はアクセスするスマホを決めておきましょう。アプリを起動すると Bluetooth の許可や位置情報の許可を求められるのではいにします。するとトップ画面に来ます。ここでは中国語と英語を選択できます。この動画では英語、イングリッシュモードで解説させていただきます。ここでは3つのメニューがあります。アクアリウムランプスはライトを制御するメニューです。モアはプライバシーポリシーやメーカーへのフィードバックをメッセージとして送れます。ここで送れるメッセージは WeekAqua の本社に届きます。日本語は対応していないので英語で送るといいでしょう。ヘルプセンター。こちらは各ライトのマニュアルや仕様を確認することができます。では、アクアリウムランプスを選択します。プラスボタンを押すと Bluetooth 機器の検索が始まります。使用するライトの型番を探します。今回は M シリーズの30センチのタイプのライトを使用します。このように家中の Bluetooth の機器が一覧に入ってきます。この中から使うライトの型番を探します。今回は M シリーズの30センチのライトを使用します。使用するライトの型番が見つかったらプラスボタンを押します。次に使用する電圧を選択します。24V、36V の選択ができます。24V は M シリーズや S シリーズのミドルスペックライト。36V は P や T90RGB といったハイエンドモデルに使用します。これは M シリーズの30センチのタイプで 24V を選択します。登録が完了するとデバイスリストに表示されます。アプリをタッチするとライトとの接続を開始します。名前のところにペンマーク、左下に電源マークが出ます。この電源マークはライトを強制的にオンオフするボタンです。ゴミ箱のマークは登録の削除のボタンです。これは主に初期化するときに使います。削除に関しては手順があるので終わりの方で説明させていただきます。では矢印を押してライトの設定をしていきます。ウェルカムと書かれた画面に4つのモードがあります。左上がプライマリーモードです。これは初級者モードです。次に右上がアドバンスモード。これは上級者モードです。左下のアーリーモードは使いません。今では製造が終わっている古いバージョンのライトで使用します。右下は海水の上級者モードです。海水用ライトはこれを使います。淡水用ライトはプライマリーモードとアドバンスモードを使います。まずはプライマリーモードの初級者モードです。初級者モードはその名の通り簡単にライトの点灯、タイマーをセットアップできます。決められたテンプレート波形から1つを選びます。しかしここでは好きな色に調整することはできません。
そのような細かい設定ができるのは上級者モードのみです。ですので、まずは初級者モードで使いつつ、この動画を見ながら上級者モードを設定してみると良いです。では具体的に初級者モードの設定をしていきます。まずはテンプレート波形を選択します。グリーン、レッド、ミックス、ゴールドフィッシュ、アロワナ、コーラル、オーシャンフィッシュが選べます。ですが、コーラルとオーシャンフィッシュは海水用ライトのモードなので使えません。ブライトネスは輝度です。明るさを設定します。0から 100% で出力調整できます。クーリングはクーリングファンがついている機種のみの制御です。10% ごとに回転数が変わります。ですが、ファンがついている機種は出力を低くしない限り発熱を抑えるために 100% で使用する方が無難です。メーカーも 100% を推奨しています。最後にタイマーです。最初に時間を入れます。0時から23時59分までの間で時間を指定します。朝の9時から19時まで設定してみます。点灯したい時刻がスタート、消灯したい時刻がエンドに入ります。そしてスイッチをオンにするとタイマーの設定が本体に送信できます。ただデータが送信されましたよという合図が出ないため、オンオフを何度か繰り返すといいです。もしくは何も設定を入れていないときにはオンにすれば消灯、オフにすれば点灯しますので、その動作を確認してから数値を入れてオンにするといいでしょう。サンライズ、サンセットはアプリの方で勝手に5段階で点灯してくれます。この機能を使うとブライトネスが強制的に 100% になります。最初 30%、次が 60%、100%、60%、30%、0% というふうに5段階で点灯、消灯していきます。30%、60% が点灯する時間は全体の点灯時間の 10% になります。例えば10時間の点灯設定であれば1時間 30%、1時間 60%、6時間 100%、1時間 60%、1時間 30% でトータル10時間です。これを自動で設定してくれるのがサンライズ、サンセットのオンになります。ところがこの最初の 30% の点灯は結構明るいです。明るさとして 30% というとこのぐらいの明るさになります。割と魚が驚いてしまう明るさです。魚は真っ暗から点灯するときに一番驚きます。ですので最初の1段階目はかなり低めの設定にしたいところです。例えば 10% などとても低い数値にしたいです。そういったカスタマイズができるのがこのアドバンスモードです。では次にアドバンスモード、上級者モードについて説明させていただきます。これは上級者モードということでたくさんの設定メニューがあります。一つずつ解説させていただきます。まずは6つの波形テンプレートを作ります。デフォルトで6種類のテンプレートが登録されていますが、変更可能です。名前の部分を長押しすると、名前を変更することができます。英語、日本語、両方対応しています。青と入力してみました。テンプレートを選択すると、下の RGB、UV の4本の出力が変わります。RGB、UV の割合を変えることによって好きな色合いに調整することができます。セーブでそのテンプレートを保存できます。ホワイトもありますが、これは WRGB 対応の LED で使用するので UVA が搭載しているライトでは使用しないので 0% にしておいてください。RGB、UV の4本のゲージを動かすと Available Power という数値が変わります。これが 0% になるまで波形を調整することができます。これは使っている電力の量を表示しています。明るさです。Available Power が 30% で出力 70%。Available Power が 0% で 100% 出力だと考えてください。セーブを押すとサクセスと出ます。登録した波形を元のテンプレートに戻したい場合はリセットを押します。ここでは青強め、赤強め、バランス赤強め、青弱め、赤弱め
バランス青強め、このように登録してみました。クーリングファンはファンがついている機種のみで設定できます。回転数をいじればクーリングファンの回転数が変わります。ですがこれは 100% が推奨です。出力を低くしていて発熱がない場合のみファンを弱めてもいいです。今回使用している M シリーズのライトはクーリングファンを使用していないため、ここの設定項目は無視して次に行きましょう。さて、ここからがタイマーの設定です。まずは基本のやり方です。最初に作った波形のテンプレートを選びます。モードをセレクト。バランス青強めを選びます。点灯させる時間と消灯する時間を決めます。夜の19時から19時半までバランス青強めを設定してみます。パワーは 10%。 次バランス青強めを19時半から20時までの間、ここを 50% に設定します。次バランス青強めを同じように20時から今度は22時まで 100% で点灯させます。バランス青強めを22時から30分間 50% で点灯させます。最後バランス青強め22時から22時半、22時半から23時 10% で点灯させます。はい、このように設定します。最初は出力 10% で、次に 50%、そして 100%、50%、10% と消灯に向けて光量を下げています。こういったパターンを5パターンまで作ることができます。設定ができたらタイムプログラミングをオンにします。現在の時刻は22時38分ですので、現在はバランス強青の 10% が適用されました。ここのタイムプログラミングオンオフ、これを切り替えることによってオンで送信します。うまく遅れているかどうかは指定している時間以外の時にオンで消灯、オフで現在選んでいるテンプレートの色が出ればデータは送信されています。またはタイマーで選んでない色をわざと上で選択をして、例えばバランス赤強を選択してオンオフをしてみます。このように指定した色になっていなければデータは無事に送られています。テンプレートをいじったら必ずオンオフを押してデータの再送信を行います。ではここから応用です。先ほどは決まった波形を 10%、50%、100% と出力を変えて設定しました。次はあらかじめ暗く設定した波形をテンプレートに当てはめていきます。設定したタイマープログラムをクリアボタンを押してリセットします。最初に青弱めでスタートし、その次はバランス波形の青強を 50% で出力します。暗めの青弱めでスタートします。パワーは 100% に設定します。もともと青弱めで作っているテンプレートです。これをこの青弱めとしてパワーで 100% して出力することによって、今見えている光の強さと同じ強さで点灯を開始することができます。次にバランス青強。バランス青強はとても強い光ですので、これは 50% の出力で点灯させます。そして次に19時から22時まで 100% で点灯させます。22時から22時半まで 50%。そして最後は赤弱め。このように設定しました。青弱めで 100% の出力。バランス強青で 50%、バランス強青で 100%、バランス強青で 50%、赤弱めで 100%。このように設定することによって点灯時の光の強さを自分好みに設定できます。どうしてもこのパワーの部分で選ぶと 10% までしか出力の強さが選べません。
設定した時にどんな明るさになるのか、これは想像するしかありません。ですが、このようにもともとテンプレートに弱い光の設定を入れることによって、これを 100% で出力することによって好みの明るさで立ち上げることができます。魚は真っ暗な状態から点灯するときに一番驚きます。ですので、こういったテクニックを使うことで最初の点灯時の明るさを限りなく抑えることができます。以上がタイマー調光機能の基本と応用です。最後に注意点を2つ紹介させていただきます。1つ目、日をまたぐタイマーの設定をするとき。2つ目、別のスマートフォンにアプリを登録するとき。この2つに関して説明させていただきます。まず最初に日をまたぐ設定についてです。このアプリは0時00分から23時59分までにしか対応していません。ですので、夜の19時から夜中の26時まで点灯させたいというときはこのように設定します。これの点灯開始時刻は夜の19時からを想定しています。青の弱め19時から20時まで 100% で出力します。青の弱めはこの色です。この色で1時間19時から点灯させます。次にバランス青強め。この色の 50% の出力を20時から21時にかけて1時間かけて点灯します。次に同じ色で21時から23時59分まで 100% で点灯させます。そして日をまたぎバランス赤強。この色合いで 50% の出力で0時から1時まで点灯させます。最後にこの赤弱め1時から2時までこの 100% で点灯させます。こうすることで設定が可能なんですが、23時59分から24時ちょうどまでの1分間の間、完全に消灯になります。これはウィークアクアに修正するように打診しています。ウィークアクアはアプリをサードパーティーに外注しているので修正に時間がかかります。早めに解決するように努力するとのことでした。2つ目です。別のスマートフォンにアプリを登録するときについてです。同時に2台のスマホで制御はできません。最初に登録したスマートフォン以外にアプリを入れてライトを使用すると通信に不具合が出ます。アプリを別のスマホにインストールする際や何らかの通信に不具合が出てリセットしたい場合、次の方法でライトを初期化できます。まず各波長の設定をリセットします。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 タイマープログラムをクリア、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 クリア。すべてクリアにし、オンからオフにします。機器設定の画面まで戻ります。このゴミ箱のタップして削除します。その後別のスマートフォンで再度デバイスリスト検索して登録し直します。はい、これで以上になります。いかがだったでしょうか。質問やリクエスト、コメントにお待ちしております。公式 LINE アットでも受け付けております。今後もアクアリウムに役立つ情報を発信していきます。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では失礼します。